ネメシアを一目見たイメージは華やかな感じというよりもどこかおとなしめで目立たない地味な印象がありますが、寒さにも暑さにもとても強くて、私が住んでいる雪深い寒冷地のような場所でも年を越して再び綺麗なお花を咲かせてくれるので、長く同じ花を楽しみたいという方にはネメシアのお花は絶対におすすめです。田舎クラシック始まります。I can be sad with you. I wanna stay with you. ネメシアの植え替えに使用する土は水はけが良くて肥沃な土壌が最適なので、一般に使用されている草花用の培養土を使用しても全く問題は生じないとは思いますが、培養土の中には水はけに問題があるものもあったりするので、今回も自分独自の調合で土を作ってネメシアの植え替えに使用したいと思います。使用する土は一般の培養土の中に腐葉土と赤玉土、その他に少量のピートモスと鹿沼土、そして観光性肥料のマグアンプなどを混ぜ込んで保水性と水はけ重視の土作りに心がけました。ポットの中から苗を取り出した時には風通しを良くするために株元の部分をすっきりとさせて、根っこが新しい土の中で成長しやすくなるように根元の硬くなった部分を軽く揉んで柔らかくしました。今回はネメシアの苗を3株購入して9号鉢の中にまとめて植え付けてみるつもりですが、ネメシアを育てる上で一番気になっていることは、厳しい冬を乗り越えて花を咲かせてくれるのかという点が、寒冷地に住んでいる自分にとってはとても大事なことなので、このタイミングを見計らってこの目でしっかりと見届けたいと思います。植え付けが完了した後は若干大きめの置き肥えを株の根元に数粒置いて、水を与えるたびに栄養分が根元に届くようにしました。ネメシアの花はどことなく金魚草に似ているような雰囲気があって、コンパクトな草丈と愛らしい小さな花は一株植えるだけでも華やかな印象を与えてくれます。もう一株別の花色のネメシアも購入して育てていますが、最近販売されているネメシアは単色だけでなく2色以上の色をつけている品種が多く見られるようになってきたので、カラフルな花をたくさん楽しみたい方にはぴったりの植物と言えます。ネメシアを育て始めた頃は春から秋まで切り戻しもせずに育てていたので、見るも無残な間延び状態に変身させてしまいました。いつもそうなんです。初めて育てる植物の場合はどのように育てたらいいのか分からずに、お日様に当てすぎたら枯れてしまうかとか、梅雨時期になったら切り戻しをすればいいのかとか、いろいろ迷いに迷っている間にどんどん日にちが経過してしまって、9月の月を迎える羽目になってしまいました。今回行う切り戻しは花が咲き終わった後にもう一度花を咲かせようとして行う作業ではなく、草丈が伸びすぎてきたので3分の1程度に茎を切り戻すことで株をコンパクトにまとめて、来年の春に新しい芽を出させるための前段取りといった感じで進めていきます。切り戻しを行う時の注意点には、秋が深まる前の生育期に行うことと、一本一本の場所を確認しながら行う必要はありませんが、枝の様子を全体的に確認して葉や芽が残っている位置で確実に切ることがとても重要になってきます。切り口にばい菌が入ってその部分の枝先を切った経験も何度かあるので、枝を切る前にはアルコール等でハサミをきれいに拭いてから切り戻しの作業に取り掛かることも意外と簡単なようで面倒な手間ですが、枯れさせてしまうよりは一手間をかけても元気に育ってもらった方が良いので、最低限
ハサミを使う前にティッシュで一拭きする程度の注意は必要だと思います。12月の中旬に差し掛かってくると、外の気温は急激に冷え込んできて、クリスマスがやってくる前に雪景色へと変化してしまいました。9月に切り戻しを行ったネメシアの姿は、葉っぱの色だけで判断すると枯れ始めているような感じもなくて、枝を切り込んだ後にも成長を進めて数十センチ伸びた状態になっていたので、もう一度だけ短くカットして小屋の中で数ヶ月後にやってくる春の訪れを待ちわびたいと思います。それでもってもう一本のピンク色のネメシアの方はというと、葉っぱが全体的に黄色くなって枯れ始めてきた感じになっていますが、根元の奥の方にフォーカスすると新しい小さな新芽が出始めてきている様子が確認されたので、こっちの方のネメシアの方は古い枝を全て取り去って新芽を育てる方向に舵を切ることにしました。春が訪れるまでの間は小屋の中に置きながら数週間に一度程度の割合で水やりを行っていました。寒い冬が終わるとようやく暖かい春がやってきてくれました。3月の後半になるとネメシアの新芽が青々とした健康そうな姿で10センチ程度の高さまで成長してくれて、鉢の中で木質化している数本の枝は昨年の秋に切り戻しを行ってそのまま残った古い枝だと思うので、そちらの方は可能な限りに切り取って鉢の中をすっきりとした状態に仕上げることにしました。5月になるとネメシアの枝は20センチ程度の高さまで成長してくれて、3株植えた方の花の色は購入当初よりも少しうっすらとした感じに変化したような気もしなくもないですが、今が満開の状態だと言えるのではないかと思われます。ネメシアを育て始めた昨年の今頃は切り戻しの時期さえもよく分からずに、9月になるまで放任状態で育てていたので、伸びすぎた枝がばったりと倒れてしまって全くもって散々たる情けない状況でした。今年こそは早めに切り戻しを行って秋が来る前にもう一度満開に咲かせてみたいと思ったので、7月の中旬に切り戻しを実施することにしました。今の時期のネメシアの枝には花が咲いている先端から根元まで青々とした葉っぱがきれいに生えていたので、短すぎて大丈夫かなとも思いましたが、草丈の1/3分の1の長さまで切り戻して次の開花を待ちわびることにしました。切り戻しを実施した後のネメシアの姿は、切った先端の左右から脇芽が出てきていて、早い部分には小さなつぼみも確認できるくらいに成長が進んできているので、これから秋の季節に向かって2度目の満開の姿を迎えることができるのではないかと思います。このお話の続きは後日改めて報告できるように、2度目の開花の姿から成長した姿を追いかけていきたいと思います。今後も定期的に動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。